世界各国で配備が進む軍用ドローンや大型無人機ですが、日本の航空自衛隊でも3つの視点からこれだけのものが配備や計画されているのはご存知でしょうか。今回は自衛隊ドローンシリーズ第2弾、航空自衛隊にスポットを当て、日本の空を守る航空自衛隊が無人装備を使って何をやろうとしているのか、装備中から未来のものまで詳しく見ていきます。では最初は偵察を任務とする機体から見ていきましょう。これはグローバルホークと呼ばれる無人偵察機です。その大きさは小型の航空機ほどあり、中に人が入れそうですが、そのほとんどが電子機器や各種センサーで埋められていて、人が乗るスペースはありません。現在、陸海空の自衛隊の中でも最大の無人機となっています。この無人機はもともとアメリカが世界中の紛争地域などを偵察監視する目的で開発した機体なので、その能力は凄まじく高性能です。地上からの無線操縦によって一度離陸すれば日付をまたいで35時間以上の連続監視が可能です。運用高度は戦闘機でも撃墜が困難な約1万8000メートル以上という高高度となっており、空気密度の関係から高高度では燃料消費が抑えられるので、条件次第では数日間対空して偵察することも可能です。偵察能力はというと、光学機器によって雲の上から監視や撮影ができますが、例えば画像の撮影なら20キロの距離があっても約30センチ四方の物体を判別できる解像度があると言われています。また熱源探知や索敵なら直線距離で約560キロ先まで見通す能力もあると言われていて、これは地図上で単純に表すと、配備されている青森県三沢基地から離陸した時点で東京付近まで熱源探知ができるということになります。離陸から任務を達成して帰還する目安となるいわゆる作戦行動半径はなんと3000キロもあり、これも三沢基地から直線距離で見ると日本列島を越え、台湾を越え、フィリピンまで届く勢いです。ちなみに2001年には米空軍のグローバルホークが無人機による初の太平洋無着陸横断飛行としてギネス認定を受けましたが、この時の飛行距離はなんと1万3840キロでした。同じ距離を三沢基地からやろうとすると、東は南米大陸、西はアフリカ大陸、南は南極大陸とものすごい距離になります。飛行のために内部の電子機器を変更した可能性はあるので、実際の作戦時にここまで飛べるかは謎ですが、まだまだ隠れたキャパシティを持っているのが伺い知れますね。では肝心な日本でどんな任務に当たっているかですが、もともとは北朝鮮のミサイル監視などミサイル防衛に伴う偵察を想定していましたが、他にも上空の警戒監視や尖閣諸島など島嶼防衛に伴う監視任務にも役立てているようです。航空自衛隊に配備が始まったのは2022年と最近の話ですが、実はその11年前、グローバルホークが日本で大きく注目される出来事がありました。震災による福島原発事故の時、原子炉上空でもパイロットが被爆する高い放射線量により飛行するのは危険な状態でしたが、これは無人機には無縁の話でした。米空軍がグアムから飛ばしたグローバルホークは震災翌日には現地に到着し、壁を透過して内部の温度変化の撮影や空中の放射線量の測定などを行いました。有人機よりも高い観測能力や操縦者の安全性も評価され、これを機に現場や国会では災害用に無人機を導入すべきという声が高まりました。そのため航空自衛隊のグローバルホークも災害時の利用を想定していて、偵察の他に気象観測や測量、災害時の被害調査などもできるブロック 30i というタイプになっています。2023年6月末には導入予定の全3機が三沢基地に揃い、これで3機交代による365日の連続監視ができるようになったので、広域偵察やミサイル監視能力の向上が期待されています。次は基地に関するものです。どういうことかというと、実は航空自衛隊独特の事情から基地内で使うことを想定した機体があります。一体どんな事情から生まれた機体なのか、それぞれ見ていきましょう。
航空自衛隊といえば空を守る、いわば防空のイメージが強いですが、実はそれと同じくらい重要視されているのが基地の警備です。戦闘機や輸送機の拠点になっている以上、基地の機能自体が日本の制空権や補給線に直結しているので、不審者への警戒やゲリラ戦への対処など、基地の警備能力は非常に重要です。これは日本企業プロドローン社が開発した国産ドローンです。型番はありますが、調達時はそのまま基地警備用備品という名称でした。実際に警備中の姿などは公開されていませんが、各基地のイベントではブルーインパルスカラーや簡単なスペックも公開されていました。それによれば、全幅は約 1.5 メートル、プロペラ1つの直径は約40センチとそれなりの大きさがあるため、建物内など狭い場所の警備というよりは屋外など広い場所の運用を想定していることがうかがえます。他にも搭載できる重量は最大4キロとなっているため、専門的なカメラなどの搭載や物資の輸送能力もあるようです。調達を始めたのは2018年からですが、実はこの1年前、形状が極めて近いドローンがメーカーから発表されていました。それぞれ公開している性能を見比べても似ている部分が多いため、これをもとに空自仕様が作られたものと推察できます。こちらのドローンはトンネル内など GPS が利用できない環境下でもあらかじめプログラムしたルートの完全自律飛行できるのが特徴です。また独自のオートパイロットシステムにより突発的な障害物も自動回避が可能とされています。 GPS に頼らずプログラムされたルートを飛行できるというのは、海外の偵察用ドローンではほとんどの機体が標準装備している機能です。自衛隊のドローンとして採用されていても不思議ではありません。基地警備用という名称ですが、各基地のイベントでは災害用としても紹介されていて、実際に災害現場の情報収集や救助者の捜索などに使われている姿が報じられています。災害派遣というと陸上自衛隊のイメージが強いですが、こうした航空自衛隊の災害派遣も少なくないので、今後もマルチに対応できる万能ドローンとして活躍の場は増えていくと思われます。犬のようなロボット。これはビジョン60という軍用の4足歩行自立型ロボットです。とは言ってもこちらはまだ正式配備されたものではなく、試験運用の計画が判明した状態です。これは2023年3月に千葉で開催された日本唯一の国際的な装備品見本市 DSEI2023 の会場で、イギリスの軍事専門誌ジェーンズが行った取材で明らかになったものです。ジェーンズによれば、ビジョン60の開発企業アメリカのゴーストロボティクス社が2024年に航空自衛隊と陸上自衛隊にそれぞれ3機ずつ合計6機を納入予定であることを明かし、それぞれの自衛隊で周辺警備や情報収集、偵察活動などに使用される予定だとしています。このロボット犬はもともと偵察や情報収集を目的に開発されたもので、遠隔操縦のほか AI を使った自律制御による単独での活動も可能です。顔面の高性能カメラにより、暗い建物内部や夜間の偵察でも鮮明な映像をリアルタイムでオペレーターに送信できます。秒速約3メートルで進むことができ、雨の中でもあらゆる地形で活動が可能です。稼働時間も3時間もあるため、1回で最大10キロの偵察も可能だとしています。また兵士による輸送も15分あれば組み立てや分解が可能になっています。陸自と空自では3機ずつの合計6機を納入予定ということなので、数的に試験運用のためと思われますが、すでに他国では試験運用を始めている国もあり、アメリカの国土安全保障省では国境パトロール、イギリス陸軍ではパラシュート降下や地上部隊の支援活動、オーストラリア陸軍では地上部隊の支援だけでなく、脳波だけでコントロールする実験にも成功しています。そしてアメリカ空軍ではすでに試験運用も終え、現在は10カ所以上の空軍基地の警備に活用されています。米空軍には
コードネームで K9 と呼ばれる警備犬がすでに基地警備に活用されていますが、米空軍では全ての K9 をビジョン60に置き換えるのではなく、あくまで警備任務に投入する数を増強する補助的な配備と説明しています。広大な基地の警備は24時間体制なので、普段の生活サイクルと異なるシフトなど、生き物である隊員や警備犬にとってもハードな環境です。ビジョン60が警備補助することで、こういった負荷の軽減や万が一の危険に遭う確率も減らすことが期待されています。もしも不審者がいた場合には、本物の犬のように噛みつくことはできないので、あくまで発見次第人間が駆けつけることになりますが、それでも巡回警備の効率化や夜間警備も強化されるので、警備能力の底上げに十分貢献できます。米空軍と同じく、航空自衛隊の多くの基地でも警備犬が採用されています。ぜひ自衛隊でも正式採用されてほしいですね。3つ目は、基地が攻撃された後に活躍するという、ちょっと変わったドローンです。万が一、敵のミサイルなどが滑走路に着弾した場合、戦闘機が発進できなくなるので、日本の制空権が失われる可能性があります。そんな時のために基地では、滑走路や施設をいち早く修復する航空施設隊という部隊が存在しますが、そこで使われているドローンのお話です。被害調査用ドローンという名で調達されているこちらは、土木現場でも用いられているような測量能力を持った測量ドローンです。防衛省が編集協力している月刊広報誌「守る」によれば、例えば攻撃を受けた陥没地点を今まで隊員が1箇所ごとに測量していたものが、ドローンによるレーザー測量機能で広範囲でも迅速に測量できるようになったといいます。また、攻撃を受けた直後の被害調査の段階でも、今までは不発弾や毒ガスなどの危険がある中、隊員が遠くから双眼鏡で確認したり、現場へ近づきながら確認していたものが、ドローンを使うことで迅速かつ安全に調査が行えるようになったといいます。このように作業工程の短縮や隊員の安全性も向上しましたが、ここで重要なのは、ドローンの活躍で従来よりも滑走路などの早期修復が見込めるという点です。基地機能のいち早い回復は、制空権や補給線のいち早い回復にもつながるので、まさに影の立役者のようなドローンですね。次は、防衛に関する機体、つまり攻撃能力を持った無人機の話です。とは言ってもまだもう少し先の未来の話になります。防衛省では、近年増加する中国軍の無人機によるスクランブル対応に、日本も無人機が活用できないか検討に入っています。スクランブル対応とは、日本の領空を侵犯する恐れのある他国航空機に対処するため、戦闘機などを緊急発進させることです。実は近年、無人機に対して人間が乗る戦闘機が対処するのは効率が悪いという見方が世界各国であります。日本より中国無人機が飛来する台湾では、レーダーで無人機と想定される場合は、通常戦闘機2機で対応のところを1機にしたり、スクランブル対応すらせずレーダーで見守るだけという場合もあるそうです。無人機相手のスクランブル対応になぜ有人戦闘機では効率が悪いのか、日本を例に少し見てみましょう。まず通常スクランブル対応には最低でも2機の戦闘機が緊急発進します。1機は近づいて機種の確認や写真撮影などをし、もう1機は相手の後方など不測の事態に備え攻撃が行える位置をキープします。ここで問題になってくるのが速度です。巡航速度が200キロ程度しかない無人機に巡航速度800キロ以上の戦闘機が速度を合わせるというのは、戦闘機の姿勢制御が難しくなるだけでなく、失速による墜落の危険性もあります。3月に黒海上空で起きたロシア戦闘機による米軍無人機への衝突事件も、単に嫌がらせで衝突したのではなく、ロシア戦闘機が無人機に合わせて低速飛行したことで機体制御が取りづらくなり、パイロットの力量不足で衝突したのではないかという見方があります。また低速飛行は燃料消費にも影響します。機体の空力特性が低下するので、機体を支えるようにエンジン出力だけで飛ぶことになり、燃料が通常より多く消費されます。速度を合わせず近くで大きく旋回しながら距離を合わせる手段もありますが、
これもやはり燃料が無駄に消費されてしまいます。燃料が少なくなれば飛べる時間も少なくなるので、場合によっては次の2機編隊と交代になり、そしてその2機も同じ道をたどるという悪循環です。このようにたった1機の無人機対応が複数の戦闘機の安全性や燃料消費に影響するだけでなく、飛行の旅にかかる整備コスト、エンジンや機体寿命の消費、長時間任務によるパイロットの疲労など、あらゆる面で効率が悪い状態ですが、今の装備では有効な策はなく、受け入れるしかない現状が続いています。もし無人機でスクランブル対応ができれば、こういった非効率さが解消されるだけでなく、無人機特有の長時間に及ぶ連続監視も可能になります。また万が一のパイロットへの危険も減らすことが期待できます。候補となる無人機は、従来のスクランブル対応の考え方から攻撃能力を持った、いわゆる攻撃型無人機が条件となります。実は防衛省ではこの話が出る半年ほど前から島嶼防衛のためにいくつかの攻撃型無人機を試験運用する計画を進めていました。なのでその時の候補機種を今回のスクランブル対応の試験運用に応用するものとみられています。バイラクタル TB2 は対地ミサイルや爆撃などあくまで対地攻撃能力に特化しているので、対空攻撃は体当たりによる自爆攻撃程度ですが、メーカーによると対空ミサイルの搭載試験も始めているらしく、将来的に対空能力が備わる可能性は高そうです。ただ搭載試験完了まで時間がかかることと、自衛隊がトルコ製の航空機を採用したこともないので、運用試験をしても正式採用の可能性はかなり低く見えます。一方、米国製 MQ-9 リーパーは対空ミサイルを搭載できる無人機です。さらには対中国艦艇の監視強化として、鹿児島県の海上自衛隊鹿屋航空基地にすでに米空軍が展開させています。これは1年の期間限定配備なので、2023年11月20日に終了する予定ですが、日本からするとそれ以降で配備できる同レベルの無人攻撃機が存在しないことや、リーパーの偵察型であるシーガーディアンを海保と海自で運用している実績もあることから、 MQ-9 リーパーを採用する可能性は高そうです。報道では2023年度中に試験運用を始め、まずは艦船を追尾するなど無人機の運用ノウハウを積み上げた上で、徐々にスクランブルにも対応していくとのことです。ただ速度が遅い無人機をどうやって現場に急行させるかという問題や、この2機種以外の候補は存在するのかなど、まだ不透明な部分も多い状態です。南シナ海では毎日のように飛び回っているという中国無人機にどれだけ迅速に対応できるか、続報が期待されます。他の将来的な話で言えば、日本、イギリス、イタリアの3カ国共同で進んでいる F2 戦闘機の後継である第6世代戦闘機も無人機と連携する前提で開発が進んでいます。複数の無人機や大型警戒機とネットワークでつながることで、コンピューターがパイロットに的確な情報を与え、航空戦闘を有利にする狙いがあります。また無人機に攻撃能力を持たせる計画や AI による戦闘機自体の無人化も計画されています。運用開始は2035年となっており、日本だけでなく世界からも注目度が高い一大プロジェクトです。このように航空自衛隊ではそれぞれ様々な無人機の配備や計画があるのがわかると思います。人員不足やパイロット不足も抱える航空自衛隊としては、無人機はまさに理にかなった装備だと言えます。ただ攻撃型無人機が当たり前になったこの時代、やはり日本は出遅れた感が否めません。ここ数年で大きく変わった世界の無人機事情に日本はどこまで追いつけるのか。航空自衛隊の無人装備は今大きな変革の時を迎えています。